こんにちは、こんばんは。ごま鮭チャンネルのママです。今回はごま鮭ともに1歳という節目ということで、ごま鮭の振り返り動画をまとめてみました。宝くじが当たるということで有名な鳥の子神社鳥の子の紹介動画を織り交ぜながら動画制作してあります。それでは行ってみましょう。2023年7月生まれの鮭ちゃん。1回目の見学の時の映像です。生まれて約2ヶ月くらいでまだ譲渡条件に日数が足りてない状況でした。もうこのまま連れて帰りたかったです。笑い。その日から2週間後にお迎えに行きました。データがなかったので過去動画抜粋です。 W 鮭の好奇心が止まらなかったのを思い出します。子猫全開ですね。少しお迎え当初はお腹が緩く難便続きでした。よちよち歩きが良いですね。体が小さくて抱くのにもどのように抱えるのが良いのかと考えたのを覚えています。遊ぶのが大好きな鮭です。小さすぎて踏んでしまうので少し怖かったです。子猫はなんでこんなに可愛いんですかね。遊び方が子猫らしいです。一生懸命猫じゃらしにパンチを放つ鮭。やんちゃな鮭は女の子です。この時はまだもう一匹の猫ちゃんがまさかお家にやってくるなんて想像すらしていませんでした。これは私が父親に以前猫を飼いたいと言っていたことが原因なのですが、鮭がお家に来て2日後にごま塩が我が家へやってきました。父親も埼玉のブリーダーさんから私が欲しいと言っていた柄の猫ちゃんを見つけ譲ってもらいました。私も私で父に相談なしで鮭を見つけ、群馬のブリーダーさんから譲ってもらったので、そんなことが起こってしまったのです。何匹いても可愛いので個人的には良いのですが、いろいろ揃えるものがありバタバタしました。笑い。お迎え前のごま塩です。この時点で生後3ヶ月ちょいです。鮭との体格差が違いすぎてびっくりでした。ケースの中ではゴロゴロすごいのですが、お家の中で出してあげたら怖がりで、とてもおとなしくビビーな性格でした。私も猫を飼うのは20年ぶりだったので、正直不安もありました。
鮭とごま塩を買うにあたって、最初はおのおの掲示越しでお互いの存在を認識してもらい慣れていってもらいました。ごまは多段式の掲示は初めてみたいです。こんなに体が大きいのに2段目に登れませんでした。 W。 この頃の鮭は指を甘噛みすることが多かったです。時期を過ぎたら噛むことはなくなりました。子猫同士なので別段警戒することもなく、お互いの興味しかなかったみたいです。昼間私の目があるときはお互いスキンシップを兼ねてケージ外で遊んでもらいました。この体格差はおかしいの一言ですね。笑い。かわいいチャレンジャー鮭。この頃は一生懸命遊ぶ鮭でしたが、今の鮭は避妊手術後食欲が増し、体格はごましおなみになってしまいました。 W。 約1年で立派な猫になりました。相性も良かったのかトラブルもなく仲良しになりました。出窓に登れるようになり、お外の様子を確認できるようになりました。初めて見るテレビでそこに映る子猫にビビって逃げてしまうこともありました。笑い。子猫とは家画面にアップで映し出される子猫は怖かったのでしょう。 W。 お家に慣れていろんなところを登れるようになりました。全国でも珍しい栃木県と茨城県の県境に位置する神社で通称フクロウの神社と呼ばれています。ちなみにこの巨大フクロウは日本一の大フクロウ像です。毎年アジサイが咲くこの時期にお参りにルーティンで行ってます。宝くじが当たることで有名です。私もスクラッチで3等高額当選しました。とはいえ大した金額ではありませんが、笑い。10枚買って10万円当たればなかなかですね。お家に来てから2ヶ月頃です。初めてお互いが威嚇しているのをこの時見ました。結局のところ何が原因かわからなかったのですが、喧嘩の練習だったのですかね。笑い。小さな体の鮭は大きな体のごま塩に立ち向かう勇敢な心を持っているんですね。すごいなと思いました。
お家に来て3ヶ月頃、この頃は少し体が大きくなり、しっかりしてきました。顔つきはまだ子猫ですが W。 ごま塩はオスなので体つきがさらにがっしりしてきました。パヤパヤ毛もなくなりました。顔つきもシュッとしてきました。鮭はワクチンを打った日の午後、体調が悪く元気がなかったこともありました。ごま塩が隣で寄り添ってくれていました。その日の晩には体調は良くなり、大事には至らなかったので安心しました。お家に来て4ヶ月頃、この頃はおもちゃも段ボールもお互いに奪い合うようになり、仲が良いのか悪いのか微妙な関係になっていました。2匹で飼うとこんな感じになるんですかね。どちらかを可愛がると必ず片方が拗ねてしまう。お互いライバル意識が出てきました。お腹を見せて寝るようにもなってきました。リラックスしてくれているんですね。キャットタワーをリビングに設置した時です。憧れのキャットタワーを猫たちも気に入ってくれたので、それだけでこの時はとても嬉しかったですね。特にこの UFO ドームに入ってくれたのが嬉しかったですね。かわいい肉球もバッチリ見えます。ハンモックも活用してくれて、この子たちには人気が高く、取り合いがしばしば起こりました。笑い。あまり神様とかは信じてはいませんが、神社の神聖な雰囲気が大好きです。この時期は風鈴が境内にあり、山奥ということもありますが、涼しげにしてくれます。急に風が出てくれて、風鈴の音が境内に響いていました。ちなみに本当に宝くじが当たる人が多く、ホームページにも表記されています。私は神社には報告していないせいなので、あしからず W
地図だね。ああ、でも綺麗じゃない。赤、黄色、緑、青、紫。いいね。なんかすごい。ああ、綺麗。すごいすごい、ここにいると。ね。音聞いてるだけで涼しいね。ああ、素敵。通り抜けたら急に静かになった笑い。これはごま塩が脱走した時です。この時はもうどうしようという気持ちと不安でいっぱいになりました。運がよくご近所さんに保護してもらい、当日にお家に戻ってきました。高台の住宅地なので、その区画から出れないというのもありました。帰ってきても本人は普通にリラックス W。 困った子ですね。かわいいから許しました。家猫を飼う場合は脱走は本当に気が気じゃないですね。これはゴマが鮭にマウントを取り始めた時ですね。とにかく鮭に突っかかっては取っ組み合いばかりしてました。まだ鮭は体が小さいので絶対勝てないので何度も止めました。この時から少しずつオスとしての本能が目覚め始めてたのでしょうね。もうやめなさい。ママちゃん、もう終わり。鮭もやめとけばいいのに。自分からちょっかい出すんですよね。なかなか面倒くさかったです。歴史を感じる楼門です。ご視聴いただいている方にもご利益があると良いなと思います。長い階段はつらいですね。本殿へ着きました。本殿はこんな感じです。
台にておびっくりした猫発見。なんだこれ。ミャオ。ミミ。ミャオ。飼い猫だね。とても人慣れしていますね。笑い。かわいいね。首輪もあるので飼い猫ですね。そしてまたこの子は人を待つ。最後までご視聴ありがとうございました。後編は来週にアップする予定です。